ねえ聞いて。最近鋼の錬金術師読んだんだ。作中で等価交換ってよく聞くけど、あれって実際の化学法則としても成立するの？面白いところに目をつけたね。今日はそこを科学的に検証してみよそもそも等価交換ってどういう考え方だっけ？う。何かを得るためにはそれと同等の代価が必要という錬金術の大原則だね。作中ではこの等価交換の考え方は質量保存の法則という現実の化学法則に基づいていると説明されています。何かを作り出すにはそれと同じ質量の材料が必要になるという理屈です。へえ、ちゃんと化学の法則をベースにしてるんだ。そこがこの作品の面白いところなんだ。まずはその質量保存の法則自体を見ていこう。質量保存の法則というのは化学反応の前後で物質の総質量は変わらないという法則のことだよ。でも物が燃えて灰になったら軽くなるよね。質量減ってない？いい疑問だ。実はあれ、質量が消えてるわけじゃないんだ。物が燃えると一部は灰として残りますが、残りは二酸化炭素や水蒸気として気体になり空気中に逃げていきます。目に見える固体の量だけを見ると軽くなったように感じますが、逃げていった気体の分まで合わせると反応の前後で質量の合計は変わっていません。なるほど。見えなくなっただけでどこかには残ってるんだ。そうだから等価交換の質量が保存されるという考え方自体は科学的に大筋間違っていないんだよ。じゃあ鉛筆の芯をすごく圧縮したらダイヤモンドになるって聞いたことあるけど、これも連成みたいな話？実はこれかなり連成に近い話なんだ。しかも現実に起きている。鉛筆の芯とダイヤモンドはどちらも炭素という同じ元素だけでできています。違うのは原子の結合の仕方、つまり構造だけです。強い圧力をかけることでこの結合の仕方を組み替え、性質が全く違う物質に変えることが実際に可能になっています。元素は増えても減ってもいないのに、見た目も硬さも全然違うものになるんだ。そう、これはまさに材料そのものは変えずに構造だけ組み替えるという連成の考え方に近い現象なんだ。じゃあ材料さえ揃えれば連成陣を書いて何にでも変換できちゃうんじゃない？試してみたい。気持ちはわかるけど、そこが現実の科学とは決定的に違うポイントなんだ。物質はただの質量の塊ではありません。何の物質であるかは原子の種類、数、そしてどう結合しているかによって決まります。例えば人体を作っている炭素、水素、酸素、窒素といった元素を同じ質量分だけかき集めてもそれだけで人間の体になるわけではありません。人体はこうした複数の元素の原子が無数に特定の順序とパターンで結合してできた非常に複雑な構造を持っています。質量の帳尻が合っていても中身の並べ方までは自動的に揃わないってこと？その通り。等価交換は質量の面では科学的だけど、原子レベルでの並べ替えという部分は現実の化学反応の枠を大きく超えているんだ。さっきの原子の並べ方の問題は分かったけど、それって元素を変えるって話とはまた別なの？いいところに気づいたね。実は連成が不可能な理由にはもう一段階別の壁があるんだ。さっき話した原子の並べ方の問題は材料の中にすでに必要な元素が揃っている場合の話でした。でももし作りたいものに材料の中にもともと含まれていない元素が必要だったらどうでしょうか。その場合は原子の並べ替えだけでは足りず、足りない元素そのものを新しく作り出す必要が出てきます。元素そのものを作るってそんなことできるの？そう
それは通常の化学反応の範囲を超えて原子核そのものをいじる物理学の話になってくるんだ。じゃあ中世の錬金術師が夢見てたっていう鉛から金を作るみたいなことはこの作品の世界だとできるの？実はそこ作中でもはっきりできないこととして扱われているんだ。作中でも材料の元素をいくら集めて組み替えてもそれだけで元素そのものを別のものに変えることはできないという趣旨が語られています。だからこそその限界を超える特別な存在として賢者の石というアイテムが物語の重要な鍵になっているわけです。じゃあ賢者の石を使わない普通の錬成では元素を変えることはそもそも想定されてないんだ。そういうこと。そしてこれ実は現実の科学とも一致しているんだよ。現実の化学反応でも元素そのものを別の元素に変えることはできません。元素を変えるには電子のやり取りや結合の組み換えといった通常の化学反応の範囲を超えて原子核そのものを組み換える物理学の反応が必要になります。核融合や核分裂がその代表例ですが、これには膨大なエネルギーや専門の巨大な設備が欠かせません。ちなみに元素が自然に別の元素へ変わる現象自体は身近なところにも存在します。例えば火災報知器の中にはアメリシウムという放射性元素が使われているものがあります。このアメリシウムは時間とともに少しずつネプツニウムという別の元素へと変化していて、その過程でアルファ線という放射線を出し続けています。普段はこのアルファ線がセンサーにきちんと届いている状態です。ところが火事が起きて煙がセンサーの中に入り込むと、このアルファ線が煙に遮られて届きにくくなります。その信号が届かなくなったという変化を感知して火事だと判断する仕組みになっているんです。ただしこれは自然に起きる現象であり、意図的に望みの元素を作り出せるわけではありません。つまり元素を変えるのは現実でも作中でも普通の方法では反則みたいなことなんだね。その通り。だからこそ作中ではそれを可能にする賢者の石が特別なアイテムとして扱われているし、現実でも核反応という特別な手段が必要になる。この点で科学的な裏付けがされていると思うよ。つまり今日の話をまとめると、等価交換は材料の元素は変わらないまま組み替えるだけというのが本来のルールで、質量保存の法則ともちゃんと合ってる。しかも元素そのものを変えるのは特別な手段が必要っていう部分まで現実の科学と一致してるんだね。よくまとめてくれたね。フィクションだからと侮れない、かなり誠実な科学設定だと思うよ。次回もまた別の作品を科学・医学の視点から検証していきます。この動画が面白かった方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。